皆さんこんにちは。エコドライブの鈴木です。で、今日はですね、やってみたから分かったアメリカでの起業の難しさというテーマでやっていきたいと思っています。で、僕自身ですね、アメリカで起業してからちょうど10年経つんですね。で、今日話す内容というのは僕自身の実体験となっております。で、うちみたいなですね、物を売るような会社はですね、当たり前なんですけども、必ず仕入れという業務があるんですね。で、この仕入れがですね、アメリカだと非常に厄介で、しっかり目利きができないとですね、簡単に騙されちゃうんですね。日本だと絶対ありえない話ですよね。物を仕入れてそれが騙されるみたいな話ってあったらすごい信用問題じゃないですか。だから今日の話っていうのはね、意外と面白いんじゃないかなと思ってるんですけども、特にですね、うちが扱ってるような中古品となればなおさらなんですけども、実はですね、新品でも目利きが必要なんですよ。うちはですね、中古車の販売だけじゃなくっていろんなことをやってるんですけども、例えば車の整備だったりとか、あとはドラレコとかのそういったパーツ類ですね、こういったものの販売も行ってるんですね。で、その辺はもちろんこれ新品を扱ってるんですね。で、商品をですね発注して、届くとですね、何個かに1個は平気で傷がついたものとかですね、もうそもそも壊れてるものが届くんですよ。新品ですよ。これね、可能性としてはいろいろあります。例えば製造時の管理体制に問題があって、そもそも問題があるものを出荷しちゃった問題。あとは、メーカーから出荷されて運ばれてくるまでの間で雑に扱われた問題。あとは別のお店で買ったお客さんが返品した商品の可能性もあるんです。嘘のような本当の話ですよ、これは。実際にね、使われたものが返品されるってこともかなりあるんですよ、アメリカって。例えばですけど、スーパーボウルの前ってですね、テレビめちゃめちゃ売れるんですよ。結構大画面のテレビがですね、電化製品屋に並んで、もちろんね、そのセールとかもやるんでめちゃめちゃ売れるんですよね。で、売れた後にスーパーボウルが終わるとですね、めちゃめちゃ返品されるんですよ。これ見てないものを返品されるわけじゃないですよ。もちろんこれボックス開けてテレビを出して家族みんなで見て、スーパーボウルを見た後に梱包し直してクーリングオフでお店に返すんですよ。ありえないですよね。でもそういうことが平気で行われてるんですね。で、当然ね、一回見たらもちろん傷がついたりとかするわけじゃないですか。でもお店の人もですね、これまた大して見ないんですよね。普通日本だったら返品してくるお客さんいたらちゃんとね、商品に傷が入ってないかとか、本当に新品かどうかとか、開封されてないかどうかって絶対見るじゃないですか。動作確認したりとか。アメリカそれやんないですもんね。本当にはいはいって言って本当言い慣れですよ、本当に。これね、本当にモラルとかリテラシーがですね、日本とは全然違うんですね。で、新品もいろいろあるぐらいだから、中古車となるとですね、本当に大変。もうね、中古車の仕入れって